映画好きにとって毎年この時期が一番そわそわする。日本映画の1年を締めくくる日本アカデミー賞の季節が近づいてきた。第49回日本アカデミー賞授賞式は2026年3月13日、東京グランドプリンスホテル新高輪で開催される予定だ。対象となるのは2025年1月1日から12月31日までに公開され、協会の選考基準を満たした日本映画作品。ノミネートの発表は例年通り1月頃。しかしその発表を待つ前に映画の情報をたっぷり吸収したチャッピーが一足早くノミネート作品と受賞候補を予想してみたい。今回はその中でも主演女優賞の予想を紹介していく。1、北川景子。ナイトフラワー。北川景子は探偵はバーにいる3で日本アカデミー賞助演女優賞にノミネートされている。その後もいくつもの映画に出演。最近ではダークな役柄に挑戦し、その演技力に注目されている。そんな彼女の演技の特徴は美貌とのギャップで、綺麗すぎると言われた評価を覆す熱量と人間味、芯の強さと明るさで人を引きつけ、繊細な感情の変化を目の色や表情で表現する力、そして人生経験を経てより深く熱い部分と冷酷な部分を切り分け演じ分ける幅広さにある。特に狂気的な母親役や困難に立ち向かう姿など、内側から感情があふれ出すような振り切れた演技が圧巻と評され、見る人を作品世界に引き込む力がある。ナイトフラワーでは昼は母親、夜はドラッグの売人という二重生活を送る女性を演じたヒューマンサスペンス。報知映画賞の主演女優賞を受賞し、母としての愛と絶望を全身で体現した熱演で主演女優賞レースの最有力候補。日本アカデミー賞が重視する挑戦性という点で注目される存在となっている。2、広瀬すず。宝島。広瀬すずは日本アカデミー賞で3度目の殺人で最優秀助演女優賞を受賞し、ちはやふる上の句と怒りで優秀主演女優賞と優秀助演女優賞を W 受賞する快挙を成し遂げるなど、数々の賞に輝いている日本アカデミー賞の常連とも言われる女優さん。そんな彼女の演技の特徴は役への没入度と嘘のつけない本物感、そして相手や状況に新鮮に反応する受動性の高さ。セリフに頼らず表情や仕草で複雑な感情を表現し、特に影のある難しい役柄でその才能が光り、観客の心を捉える、引き込まれる演技を見せると評価されている。遠い山並みの光は戦後間もない1950年代の長崎と1980年代のイギリスを舞台に、記憶の謎を紐解くヒューマンミステリー。日本人の母で原爆の体験を経てイギリスに渡った過去を持つ女性悦子を演じ、静かな語りの中にも感情の奥行きをにじませる表現で、内面の揺らぎを丁寧に描く没入的な演技で観客の心を魅了した。母と娘の関係性と記憶を軸にしたドラマを牽引している点は、日本アカデミー賞が評価する作品性と演技の融合に合致する。3、トーマーミストロベリームーン余命半年の恋。トーマーミは若手ながら映画、ドラマで着実にキャリアを重ねている注目株。実写映画初出演作「水は海に向かって流れる」では新人俳優賞にノミネートされた。そんな彼女の演技の特徴は圧倒的な透明感と自然体のみずみずしさにあり、まっすぐな眼差しと芯の強さを秘めながら役柄に等身大の説得力と繊細な感情表現を与える点。難役にも挑み、特に最高の教師では複雑な心情を繊細に表現し、観客の胸を打つ演技を見せ成長を遂げている。ストロベリームーン余命半年の恋では、子供の頃から病弱で15歳で余命半年と宣告されたヒロイン萌が残された時間で懸命に恋をし、友情を育む物語において自然体の演技で役柄に説得力を持たせ、みずみずしい存在感が評価されている。日本アカデミー賞が時折示す新しい才能への注目という観点から話題性を含めたノミネートの可能性がある。4、松たか子ファーストキス。松たか子は映画告白で最優秀主演女優賞、主演映画
夢売る2人で優秀主演女優賞を受賞するなど数々の受賞歴を誇る実力派。そんな彼女の演技の特徴は、しずの演技とどうの演技を自在に操り、沈黙や視線の微細な変化で深い感情や底知れない人物像を表現する開演力、そして知的で透明感のある美しさを持ちながらも、奇妙で強烈なキャラクターを演じ分けられる役の幅の広さと唯一無二の存在感。特にシリアスからコメディまでこなす間を生かした表現や、現代的な女性の可愛らしさから狂気までをも表現する演技の精度の高さが挙げられる。ファーストキスでは、夫を事故で亡くした妻がタイムトラベルで過去に戻り、再会した若き日の夫に再び恋をし、未来を変えようと奮闘する物語において、細やかな感情表現と確かなセリフ回しで作品全体の完成度を引き上げている。円熟味を増した演技は、日本アカデミー賞が評価する映画的完成度の象徴ともいえる。5. 長澤まさみ、ドールハウス。長澤まさみは、マザーで最優秀主演女優賞、キングダム、世界の中心で愛を叫ぶで最優秀助演女優賞を受賞するなど輝かしい実績を持つ。そんな彼女の演技の特徴は、開放感、振り幅の大きさ、相手に順応する力、ギャップにあり、初期の清楚なヒロインからモテ期、コンフィデンスマン JP でコメディエンヌとしての才能を開花させ、近年はエルピス、散歩する侵略者などで作家性の強い作品にも挑戦し、高難自在で人間味あふれる表現力で観客を魅了し続けている。ドールハウスでは、5歳の娘を亡くした母親ヨシエが骨董市で見つけた泣き娘そっくりの人形アヤを可愛がることで心の傷を癒すが、新たな娘が生まれたことで人形への関心を失うと、一家に奇妙な出来事が連発し、捨てても戻ってくる人形の秘密に迫るホラーミステリーというジャンル性の強い作品の中で、現実味のある人物像を成立させる演技力が光った。作品世界への適応力と表現の幅広さは、日本アカデミー賞の評価軸と高い親和性を持つ。チャッピーは2025年公開作品の興行動向と批評票を分析し、主演女優賞を予想した。これらは公式ノミネーション発表前の予想であり、実際の優秀賞発表は例年1月に行われる。果たして我々のチャッピーの予想は合っているのか。ノミネート発表を待つとしよう。